こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、ネジ改良が実施されたトヨタ自動車の RAV4 について紹介します。グレード構成の変更や、ネジ改良で追加された装備に伴うグレードレビューの注意点及び、兄弟車であるハリアーとの違いなどを中心に紹介していきます。それではご覧ください。まずはグレード構成になります。RAV4 のグレード構成は、エントリーグレードの X、ベースグレードの G、G に高級装備を追加した GZ パッケージ、その上位に PHEV を設定した最上級グレードの Z、さらに RAV4 の武器である走破性を強化したアドベンチャーグレードが設定されています。今回のネジ回路のタイミングで設定されたアドベンチャーグレードの特別仕様車について動画後半にて紹介します。それぞれのグレードにガソリンとハイブリッドが設定されており、駆動方式としては 4WD が中心になっており、エントリーグレードの X のみ FF が設定されていることが特徴です。結果として車両本体価格のレンジが293万8000円から563万3000円と非常に広くなっていますが、ハリアーの価格レンジと比較すると、特に PHEV グレードでは約50万円安とコスパの高さが光ります。ちなみに、今回のグレード構成の見直しに伴い、PHEV 仕様が Z グレードに統合されたことで、従来設定されていた PHEV の G グレードなどはなくなっており、結果として PHEV 仕様の車両本体価格が563万3000円からのみとなっており、装備を絞り、PHEV 仕様を安価で購入することができなくなっていることが注意です。続いて、パワートレインについてです。RAV4 には3種類のパワートレインが設定されており、こちらに関してはネジ回路においても変更はありません。その内訳として2リッターガソリンエンジンと 2.5 リッターハイブリッド仕様、そして 2.5 リッター PHEV 仕様となっています。ガソリンエンジンの特徴としては、特にアドベンチャーグレードと GZ パッケージに装備されている 4W 機構に伴うアクロ走破性が挙げられ、前輪と後輪のトルク配分だけでなく、左右輪のトルク配分をコントロールするトルクベクタリン機能を持つ 4WD システムが搭載されています。また、後輪のトルクが必要のない場面でのディスコネクト機能も搭載されていることで、4WD 車の弱点である燃費の悪化にも対策されたシステムとなっています。ハイブリッド仕様に関しても、車両素性としてのアクロ走破性に加えて、E4 という電気式 4WD の走行安定性を担保しつつ、WTC モードにて 20.3kg というクラストップレベルの低燃費を実現したパワートレインとなっています。最後に PHEV 仕様についてです。こちらはハイブリッド仕様のパワートレインにより大容量のバッテリーを搭載することで充電器からの充電を可能とした仕様であり、結果としてモーターのみの電動ドライブを最大で約 95km 走行可能という使用環境によってはほぼ EV であると差し支えのないパワートレインとなっており、またただエコなパワートレインというわけではなく、エンジンとモーターの動力を合わせることで、システム最高出力が306馬力というスポーツカー並みの動力性能を兼ね備えており、エコとスポーツ性能を兼ね備えた RAV4 のフラッグシップグレードにふさわしいものとなっています。そのため、このパワートレインは Z グレードのみの設定となっていることが注意です。続いて、内外装飾についてです。まずは外装飾についてです。RAV4 にはモノトーンとツートンの組み合わせによってご覧の13色のバリエーションが設定されていますが、グレードによっては選択できないカラーが存在します。まずはプラグインハイブリッド仕様である Z グレードではご覧のカラーのみが選択可能となっており、選択肢が少し少ないですが、ブラックルーフのツートンカラーが選択できることが特徴です。アドベンチャーグレードに関しても選択肢は少なく、ご覧のカラーのみ選択可能となっており、ホワイトカラーのツートンカラーが選択できます。それ以外のグレードに関しては、ご覧のカラーが選択可能となっており、選択肢は最も多いですが、アーバンカーキなど人気なボディカラーが選択できないことが注意です。続いて、内装飾についてです。内装飾としては、ご覧の4色が設定されており、ブラック、ブラウンのコンビネーション、ファブリック、ブラック、レッドのコンビネーションが設定されております。注意点としては、アドベンチャーグレードのみ
ブラック、もしくはブラック・ブラウンのコンビネーションを選択できることであり、その他のグレードでは内装カラーの選択肢はありません。また、最上級グレードの Z であっても、本革ではなく、シートの素材は合成比較であることが注意です。ただ、こちらに関しては、高級感よりも RAV4 のキャラクター性であるアクティブ感にマッチした選択であると思います。続いて、外観についてです。エクステリアに関しては、今回の年次改良において大きな変更点はありませんが、もともと RAV4 にはご覧の通り、グレードによって異なる3つのフロントフェイスが用意されていることが注意です。アドベンチャーグレード、PHEV 仕様にそれぞれ専用フロントフェイスが設定されており、それ以外のグレードは共通のフロントフェイスとなっています。それぞれの特徴として、アドベンチャーグレードのフロントフェイスは、グリル開口面積が最も大きく、下部に大型のスキットプレートが装備されているなど、押し出し感とアクティブ感の強めのフロントフェイスとなっています。それに対して、PHEV 仕様では、カラードされたグリル内部や、メキモールやピアノブラックでカラードされたバンパーが装備されているなど、押し出し感に加えて、高級感の面も合わせ持ったフロントフェイスとなっています。それ以外のグレードに関しては、アドベンチャーグレードと PHEV 仕様との中間の特徴を持ったフロントフェイスとなります。細かな注意点ですが、X グレードではグリル内が塗装されていなかったり、スキットプレートがなかったりと、装備が簡略化されているため注意です。ライトニットに関しては、ご覧の2つのタイプが設定されており、ハイブリッド、プラグインハイブリッド仕様では、対向車や歩行者を認識し、防減するアダプティブハイビーム機能を持った LED ヘッドライトが標準装備となっていますが、ガソリン仕様に関しては、オートマチックハイビーム機能を持ったライトユニットが装備となり、グレードに関わらず変更できませんので注意が必要です。サイドのデザインはこのようになっており、ボディサイズは全長 4600mm、前高 1685mm、前幅 1855mm、ホイールベースが 2690mm と変更はありません。ちなみに、アドベンチャーグレードでは、バンパーの大型化、およびご覧の通り、ホイールアーチが大型化されているため、前長と前幅がそれぞれ 10mm アップとなっています。デザインに関しても、サイドに関しては、年次改良においてほぼ変更はなく、先ほどのホイールアーチの大きさの違いと、PHEV 仕様のみ、フロント同様、バンパーサイドがピュアなブラックに塗装されることで、他のグレードとの差別化が図られています。サイドのデザインとしては、ルーフが一直線にボディ後段に伸び、ボディ後端にてストンと落ちる、オーソドックスな SUV のスタイルをしており、居住空間とニステオールの両立が図られており、クーペ SUV であるハリアーとのキャラクターら性の違いを感じます。また、前後のオーバーハングも短く切り詰められていることで、アクロス走破性が担保されており、機能にのっとったデザインであることがよくわかります。また、大きめのホイールアーチやしっかりと入ったキャラクターラインが RAV4 の力強さを主張しており、車両全体から押し出し感の強さを感じます。ホイールデザインはご覧の5パターンとなっており、PHEV 仕様、アドベンチャーグレード、GZ パッケージのホイールサイズが 235-55R、19インチとなっており、G グレードホイールが 225-60R、18インチとなっており、X グレードホイールが 225-65R、17インチとなっています。ちなみに、X グレードにおいても G グレードホイールへの変更は可能となっています。リアデザインに関しても大きな変更点はなく、フロント同様、アドベンチャーグレードには大型のスキットプレートが装備され、PHEV 仕様ではピュアノブラックでバンパーが塗装されており、X グレードではスキットプレートが装備されません。続いて内装紹介です。トランク容量はご覧の通りボディサイズ相まって非常に広々としたものとなっており、またトランクスルーが可能となっているため、緊急時にはかなりの荷物を積み込むことが可能となっています。PHEV 仕様においてもバッテリー追加にあるトランク容量の圧迫がない点が嬉しいところです。またトランクには非常時の外部給電機能が備え付けることが可能であり、PHEV 仕様ではこの機能が標準装備、ハイブリッド仕様では 1500W まで、ガソリン仕様では 100W での給電が可能となります。100W では心もとないかもしれませんが、ハイブリッド仕様の 1500W の場合、停電時の強い味方になっているかと思います。また、非常時でなくても、RAV4 の場合、
オートキャンプの場面での活用も想定されている方も多いかと思いますが、そのような形にとっても非常に有用な装備になるかと思います。続いて、運転席周りの装備についてです。まず、ステアリング周りについてです。質感としては、X グレード以外が本革ステアリング装備となっており、X グレードはウルタンステアリングとなっています。それに伴い、X グレード以外にはステアリングヒーター機能が表示されており、X グレードにはその装備がないため注意です。メーター周りが内装周りで最も進化したポイントであり、X 以上のグレードでは、こちらの 12.3 インチのフル液晶メーターが装備されており、X グレードはオプション装着もできません。そのため、X グレードの場合は、こちらの7インチメーターとなるため注意です。ただ、ハリアーでは上級グレード用の装備であったのに対し、RAV4 ではベースグレードが標準装備となっているので、お得感がありますね。フル液晶メーターのため、情報表示のバリエーションが豊富であり、今回の年次改良に起きる大きな変化点であるため、ぜひとも装備たい装備となっています。また、運転支援装備であるカラーヘッドアップディスプレイに関しては、装備できるのが PHEV 仕様である Z グレードのみとなっているため、注意が必要です。予防安全系装備としては、高速道路上での白線の中央を走行するよう支援するレーントレーシングアシストなどが標準装備となっていることに加え、右折時の車両や歩行者を検知するようプリクラスセーフティが強化されていたりと、非常に充実している点が魅力となっています。加えて、より安心に寄与する装備として、車両周囲をカメラ映像にて確認するパノラミックビューモニターがありますが、こちらは G 以上のグレードの標準装備となっており、アドベンチャーにはオプション装備可能であり、X グレードには装備不可となっています。比較的大柄な車両である RAV4 において必要な装備かと思いますし、ご覧の通り床下透過機能もあるため、ラフロード走行においても必須装備かと思います。また、この装備を装着しなかった場合、サイドミラーにミーターミラーと言われている補助ミラーが強制装着となってしまいますので、アドベンチャーグレード、X グレードを選択する場合は注意です。ナビ画面に関しては、G グレード以上が 10.5 インチのものが標準装備、X グレードは8インチグレードのものが標準装備となり、変更できません。ハリアーの 12.3 インチと比較すると、多少小柄となってしまいますが、情報表示量としては不足はないかと思います。その他装備としては、エアコン操作パネルの下に置くだけ充電スペースが設けられており、こちらは PHEV 仕様が標準装備。それ以外のグレードでは、ガソリンの GZ パッケージ、およびハイブリッドの G グレードのみオプション装備可能なため注意です。シート形状はご覧の通りとなっており、X グレードゲーは合成比較、X グレードではファブリックとなっています。サイドの張り出しがしっかりしており、ラフロードにおけるホールド性も十分担保したシートであることが伺えます。快適装備としては、X グレード以外の全てのグレードで、シートヒーターおよびシートベンチレーション機能が搭載されており、快適性も担保されています。また、PHEV 仕様では、後席シートヒーターまでも完備されており、価格に見合った豪華装備仕様であると言えます。後席を含む快適装備としては、ご覧のパノラマムーンルーフもしくは、通常のムーンルーフが設定されており、X グレード以外ではパノラマムーンルーフが、X グレードでは通常のムーンルーフがオプション装備可能となっています。後席の開放感アップのアイテムとしては必須かと思いますので、ぜひとも装備再装備となっています。最後に、今回の年次改良で設定された特別仕様車のアドベンチャーグレードのオフロードパッケージ2について紹介します。こちらはアドベンチャーグレードをベースにした特別仕様車であり、まず外反色として特別に設定されたスーパーホワイトに加えて、こちらも特別に設定されているブラックルーフとのツートンが設定されています。加えて大きな特徴として、バンパーやドアミラーなどにゴリゴリブラック塗装と呼ばれる塗料を幾重にも重ねることで、擦り傷などへの耐久性を高めた塗装を施されていることが大きな特徴となっています。内装に関しても、ブラックを中心にレッドの差し色やステッチを配したよりアグレッシブな配色が採用されており、ドライバーのやる気を引き出してくれます。パワートレインとしては、同様に2リッターエンジンと 2.5 リッターハイブリッドが設定されているため、ライトユニットのバリエーションは
ベース車両と同様となっています。また、その他の外観上の特徴的な装備としては、こちらのオールテレインタイヤが装備されており、ホイールサイズが 225/60R18 インチとなっています。また、足回りも専用セッティングとなっていることで、最低地上高が10センチもアップしています。また、ルーフレールに関しても、より強固なブリッジ型が標準装備となっており、よりハードな使い方にも対応可能となっています。ただし、オプション装備であるパノラマルーフは装備不可となっていることが注意です。これら装備が設定されていることで、RAV4 に求められているアクティブな使い方に対する懐の広さがより広げられた魅力的な特別仕様車となっています。また、バンパーやホイールなどは個別に通常のアドベンチャーグレードにも装備できるそうなので、各々のオリジナリティを出すという意味でも魅力的な装備かと思います。まとめです。パワートレインや外観などに関しては大きな変更は加えられていませんが、フルエクションメーターの採用や予防安全装備の強化など、RAV4 の完成度を高めるネジ回路であることに加え、ハリアーと比較すると、ベースグレード装備がより充実していることで、コスパという面では、ハリアーよりも優れる車両であると言えますし、グレード選択がそこまでシビアでないと言えます。また、特別仕様車の設定により幅広いユーザー層の需要を満足できる個性を持った車になったと思われます。RAV4購入の際の参考になれば幸いです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。